税務署員が高齢女性から 1.5 億円、協定に 8.6 億円つぎ込んだ構造を考える。数字8億6000万円、7099回、1億5000万円。一見すると何の関係もない3つの数字です。ですがこれは全て1人の税務署職員をめぐる数字です。しかも別々の事件ではありません。1人の税務署職員が協定に使った金額が8億6000万円、協定サイトで船券を購入したり入出金をしたりした回数が7099回、そして税務調査を担当した高齢女性から引き出した現金がおよそ1億5000万円です。8億6000万円、7099回、1億5000万円。一体何が起きていたのでしょうか。経営始まりは税務調査でした。松尾元事務官は浦和税務署に勤務していた際、ある女性の税務調査を担当しました。その後調査が終了します。ところが女性との関係は終わりませんでした。2022年11月から2026年1月まで松尾元事務官はこの女性の元をたびたび訪れ、小遣いや交通費、飲み会の立て替え金などの名目で現金を求めるようになります。そして女性から受け取った現金は合わせておよそ1億5000万円に達しました。懲戒免職の時点で松尾元事務官が所属していたのは龍ヶ崎税務署でした。つまり最初に女性と知り合ったのは税務調査でしたが、調査が終わった後も金銭のやり取りは続いていたことになります。さらに約86万円については以前に提出した修正申告書に誤りがあり、新たに税金を納める必要があるなどと事実と異なる説明をして受け取った疑いがあります。そしてさらに驚くような説明もありました。女性に対して虚偽の公文書を示し、税金を支払えば125億円を受け取れるなどと説明したこともあったと報じられています。ここまで来ると単にお金を借りたという話ではありません。税務調査をきっかけに始まった関係が金銭の要求へと変わり、さらに税金や公文書を利用した説明へと広がっていった。そしてその一方で協定への資金投入も続いていました。比較、ここで別の税務署職員の不祥事と金額を比べてみます。東京国税局の女性職員は無許可の副業でおよそ222万円を得て、その収入を申告していませんでした。そして今年埼玉県内の税務署の女性職員が風俗店やパパ活でおよそ230万円の報酬を得ていました。222万円、230万円、これも税務署職員による不祥事です。では今回の金額を見てみます。高齢女性からおよそ1億5000万円、これは222万円のおよそ68倍です。230万円と比べてもおよそ65倍あります。さらにこの事件には東京国税局埼玉のケースにはない金額もあります。脱税したとされる所得税の額は約1億3500万円、そして協定につぎ込んだ総額はおよそ8億6000万円に上ります。同じ税務署職員の不祥事でも金額の規模は全く違います。しかし本当に比べるべきなのは金額だけなのでしょうか。手口では金額ではなく手口を比べてみます。東京国税局の女性職員は無許可で副業を行い、その収入を申告していませんでした。埼玉県内の女性職員は風俗店やパパ活で報酬を得て、その収入を申告していませんでした。一方今回の松尾元事務官は少し違います。最初のきっかけは税務調査でした。そこで知り合った女性に対してその後も金銭を求めています。飲み会の立て替え金や小遣いなどの名目で現金を受け取っていました。さらに税金を納める必要があるなどと事実と異なる説明をして約86万円を受け取った疑いがあります。そして虚偽の公文書を示し、税金を支払えば125億円を受け取れるなどと説明したことも報じられています。つまり今回の事件では単に副業をしていたというだけではありません。税務調査を担当したという職務上の立場があります。その立場を通じて知り合った相手にその後も金銭を求めています。ここに今回の事件の大きな特徴があります。法律上の意味を含めて優越的地位という言葉があります。相手よりも強い立場にあることで相手が断りにくくなるような関係です。今回実際に女性がどのような心理状態だったのか、どの程度断りにくいと感じていたのか、そこまでは報道だけでは分かりません。ただ税務調査を担当した職員とその対象だった女性という関係から金銭のやり取りが始まった。これは今回の事件を考える上で非常に重要な点です。仮説1ではなぜこのようなことができたのでしょうか。一つ目の仮説は立場です。松尾元事務官は税務調査を担当したことでこの女性と知り合っています。そして
税務調査が終わった後も女性との関係が続きました。2022年11月から2026年1月まで、その間におよそ1億5000万円の現金を女性から受け取っています。もちろん女性がなぜお金を渡したのか、どのような気持ちだったのか、そこまでは報道からは分かりません。ただ最初の接点が税務調査だったことは事実です。税務調査を担当する職員と調査を受ける側、そこには少なくとも立場の違いがあります。そしてその関係をきっかけに調査が終わった後も金銭のやり取りが続いています。もし税務調査を担当したという立場が女性にとって断りにくさを生んでいたとすれば、それは金銭を求めることを可能にした一つの要因だったのかもしれません。これはあくまで仮説です。実際に女性がどのように感じていたのかは分かりません。ただこの事件を考えるとき、税務調査という立場から始まった関係を無視することはできないと思います。仮説に2つ目の仮説はギャンブルです。松尾元事務官は協定におよそ8億6000万円をつぎ込んでいました。しかも2023年からの約3年間で勤務時間中に船券の購入や入出金など計7099回繰り返していました。そして協定の払い戻し金およそ3億3400万円を申告していませんでした。ではなぜそこまで協定を続けたのでしょうか。報道によると松尾元事務官は過去にもギャンブルを理由に指導を受けていました。また消費者金融から借金をしていた疑いがあり、内部調査が始まっています。本人は生活費にも事欠いていたという趣旨の説明をしています。つまり本人の説明によれば生活に必要なお金にも困る一方で協定に多額のお金をつぎ込んでいたことになります。ここからギャンブルがお金を必要とする理由の一つになっていた可能性があります。ただしここで注意が必要です。松尾元事務官が医学的な意味でギャンブル依存症と診断されていたという事実は確認できません。ですからギャンブル依存症だったと断定することはできません。分かっているのは多額のお金を協定につぎ込み、過去にもギャンブルを理由に指導を受け借金の疑いもあったということです。もしギャンブルによってさらにお金が必要になっていたのだとすれば、それが次の金銭要求につながった可能性があります。これも一つの仮説です。仮説3、3つ目の仮説は感覚です。これは本人の心理を推測する話ではありません。確認されている行動を順番に並べてみます。まず税務調査を担当した女性から現金を受け取っています。その金額はおよそ1億5000万円です。次にその女性に対して税金を納める必要があるなどと事実と異なる説明をして約86万円を受け取った疑いがあります。さらに虚偽の公文書を示し税金を支払えば125億円を受け取れるなどと説明したことも報じられています。そして協定ではおよそ8億6000万円をつぎ込み船券の購入や入出金など計7099回繰り返していました。しかもその中には勤務時間中の行為も含まれています。一つ一つの行為を見ればそれぞれ別の問題です。ですが時系列で並べてみるとある特徴が見えてきます。最初の行為から次の行為へ、次の行為からさらに大きな行為へ、少なくとも確認されている事実だけを見ると行為が広がっているように見えます。もちろん本人がどのような心理状態だったのかは分かりません。感覚が麻痺していたのか、罪悪感が薄れていたのか、それとも別の理由があったのか、そこは報道からは判断できません。ただ一つの逸脱の後にさらに別の逸脱が重なっていった、その経過自体は確認することができます。もしかすると最初の一線を越えたことが次の一線を越えることへの抵抗を小さくしていったのかもしれません。ただしこれもあくまで仮説です。構造、ここまで3つの仮説を見てきました。1つ目は立場です。税務調査を担当したことをきっかけに女性との関係が始まり、その後金銭のやり取りが続きました。2つ目はギャンブルです。およそ8億6000万円を協定につぎ込んでいました。過去にもギャンブルを理由に指導を受け借金の疑いもありました。3つ目は感覚です。金銭を受け取る行為から事実と異なる説明、そして虚偽の公文書を示す行為まで確認されている行動が広がっています。この3つは別々の問題だったのでしょうか、それとも互いにつながっていたのでしょうか。一つの見方としてこう考えることはできます。税務調査を担当したという立場が女性との接点を作った、そこから金銭を受け取る関係が続いた、そして協定に多額のお金をつぎ込んでいたことがさらにお金を必要とする状況につながっていた。その上で金銭を受け取る行為や事実と異なる説明が繰り返されていった。こう見ると立場が
お金を得るきっかけを作り、ギャンブルがお金を必要とする理由になり、行為の繰り返しがさらに大きな行為につながった、そんな構造にも見えます。ただしここには一つ重要な注意があります。これは確認された事実をもとにした一つの仮説です。立場が原因だったのか、ギャンブルが原因だったのか、それとも別の事情があったのか、本人の内面については分かりません。だからこそこの事件で考えるべきなのは、単に一人の職員が悪いことをしたという話だけではないのかもしれません。なぜ最初の一線を越えた後それが止まらなかったのか、そこにこの事件のもっと大きな疑問があります。要因、今回の事件ではおよそ8億6000万円、7099回およそ1億5000万円、そしておよそ3億3400万円、これだけの数字が一人の税務署職員をめぐって出てきました。一方で同じ国税庁の職員による別の不祥事では200万円台の副業収入が問題になっています。もちろん金額だけで不祥事の重さを決めることはできません。問題になった行為もそれぞれ違います。ただ同じ国税庁で働く職員の間でなぜここまで大きな差が生まれたのでしょうか。そしてどこで最初の一線を越えたのでしょうか。その答えはまだ分かりません。だからこそこの事件は考えさせられます。